こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。5年間暮らしていたこの家から間もなく引っ越すことになりました。できるだけ運ぶ荷物を減らすため、今回は家中のものを見て回り、使っていないものは全て捨てるつもりで徹底的に捨て活をしていきたいと思います。今回の捨て活のルールは次の通りです。まずは今使っているもの以外徹底的に捨てます。なので、もしもこんなことがあった時に使うかものようなアイテムは手放します。今使っているストック品は適正量であれば持っていていいことにします。また、捨てるか決める時に処分方法は考えません。私は処分方法を先に考えると捨て方がわからなかったり、処分が面倒に思えて不要品を残してしまいがちでした。処分方法に左右されず判断するためにも、捨てると決断した後に処分方法は考えます。また、今回は引っ越し準備特別ルールとして、わざわざ引っ越し先に持って行ってまで使いたいものかという基準も追加します。引っ越し作業ってわざわざ梱包して、新しい家へ運んで、荷ほどきして、またしまってとかなりの作業がありますよね。今回はそんな労力をかけてまで必要なものかという基準でも判断したいと思います。せっかくあるなら、わざわざ捨てなくていいかと今まで取っておいたアイテムも今回は手放していきたいと思います。今日は心を鬼にして頑張ります。それではスタートです。まずは玄関、靴箱の上からやっていきます。最初は腕時計です。サブとして持っていた腕時計は全く使っていないので手放すことにします。ちなみにメインとして持っている腕時計は実は G-SHOCK なんです。めっちゃ高級感ありませんか？防水性もバッチリ、本当に重宝してます。腕時計はお気に入りの一つで十分でした。続いて靴箱の中身です。上の段は使用している靴が入っているのでこのままにしておきます。中段には捨てようか迷っているものを一時保管しておく保管場所になっています。手放す生活を疑似体験できるのでとってもおすすめです。下の段は工具類なんかが入っています。一時保管場所に置いていた昔使っていたスマートフォンを手放します。まだ使えるしもったいないと家で YouTube などを見るとき用に使っていましたが、最近動作が遅くなってきてかなり不便を感じていました。使わない生活をしてみたらなくても全然大丈夫ということに気づけたので今回手放します。続いてトイレのスリッパです。ロボット掃除機を購入してから毎日掃き掃除、そして1週間に一度水拭きをしています。床がとっても清潔なのでトイレのスリッパの方がよっぽど汚いんじゃないかなと思って手放すことにしました。続いて室内用のスリッパです。こちらも毎日掃除する床よりもスリッパの方が汚い気がして手放すことにしました。ロボット掃除機を導入してから裸足で歩いていても足の裏が汚れることなくとっても快適です。続いては電動洗顔ブラシです。洗顔ブラシで顔を洗った方がいいという言葉を信じ、もう3年以上使い続けていましたが、改めてこれって本当に必要あるのかなとふと思い、1ヶ月間使わないでみました。手で優しくたっぷりの泡で顔を洗ってあげれば全然大丈夫でした。続いてはメイク落としシートです。メイクを落とすのがめんどくさいというそんなもしもの時のために取っておいたのですが、結局年に数回しか使っていませんでした。正直メイクを落とすのがめんどくさい時ってもうそのまま寝落ちしちゃいますしね。来ないもしもの時のために取っておくことはやめ手放すことにしました。その他工具などは手放すものはありませんでした。これで靴箱の見直しは完了です。これだけのものを手放すことができました。続いてはキッチンです。まず最初にこちらの洗えるキッチンタオルを手放します。何度も使えちゃうキッチンタオルなんて超便利とダイソーで見つけてすぐ購入しましたが、200円でたった60枚というコスパの悪さにもったいなくて、購入してから3年以上経った今もまだ半分ぐらい残っています。使わないうちに気づいたのはこれっていらないものだったなということです。引っ越しの時最後にガンガン使ってホルダーとセットで手放そうと思います。続いてキッチン上収納です。主に食品のストックを入れています。唯一残している料理の本は全く使ってないので手放すか迷いましたが、大好きな鍋料理のアイデアの宝庫だったのでこれはやっぱり残すことにします。持つからにはこれからはちゃんと使っていきたいですね。続いて小さなガラス瓶と大きなガラスのポットです。どっちも全然使っていなかったんですが、どうしよう。
ちょっともったいなくて手放せません。これからね、積極的に使おうと思っています。こちら韓国のお土産で買ってきたティーセットです。いろんな人に配ろうと思っていたのですが、あまりにも量が多すぎて全然減らず、結局残ってしまいました。家でも全然飲んでないのですが、さすがに手放すのはもったいなさすぎるので、今日から毎日飲んで引っ越しまでには必ず飲み切れます。塩やもらったお茶などをストックしているボックスを見ましたが、特に手放すものはありませんでした。あまりにも捨てるものがなさすぎて、なんだか取れ高が心配になってきました。と同時に不要な所有物がかなり減ったんだなぁとも実感しました。食品のストックスペースのチェックは完了しました。続いては隣の消耗品のストックスペースのチェックです。箱を出して見ていきます。コロコロのストックです。もう何年も使わずにストックしてあります。普段あまりコロコロを使わないので全然消費されないです。今回ひとまず取ってはおきますが、ちょっと手放す対象かもしれません。ロボット掃除機についていた使い捨てのモップを手放します。私は普段洗って使えるモップを使っているので、こちらの使い捨てタイプはいりませんでした。その他は過剰なストックはなかったので、これにて消耗品のストックスペースはチェック完了です。続いてはシンク周りです。予備用のお箸を手放します。なぜか1本なくなってしまい3本になっていた予備用のお箸ですが、料理の時に使う1膳あれば十分なので1本は手放します。続いてコンパクトなおろし器です。ニンニクのすりおろしに使っていたのですが、時短になるオイル漬けタイプのニンニクを使っているので使わなくなりました。手放します。続いて冷蔵庫の中身を見ていきます。賞味期限が切れている白だしを見つけました。賞味期限って言っても未開封の場合の賞味期限なのですが、これまで使っても体調に影響が出たりしなかったですし、食べるのは私だけなので優先的に使い切って早めに処分していきたいと思います。出番の少なかった白だしはもう買わないつもりです。冷蔵庫の中から知り合いからもらった梅シロップが出てきました。正直1年以上前にもらったものだと思います。手作りの梅シロップはとっても美味しくって使うのがもったいないと思ったら年以上の時間が経ってしまいました。せっかくもらったのに逆にもったいないですよね。捨て活のお供に水で割った梅ジュースを作って使い切った瓶は処分します。続いては下の段の調理器具を収納しているスペースです。一個一個見ていきます。100均で購入した食品保存用のタッパーが2つ出てきました。これちょっとお見せするのも本当に申し訳ないんですけれども、熱で容器が溶けてしまったり食品の色がついてしまったり、かなり状態が悪いです。こちらは手放そうと思います。また食器などを使って保存しようと思うので、しばらくはタッパーがない生活を試してみようと思います。食品も見てみましたが使っているものだけでした。続いては引き出しです。金属製のストローを手放します。便利な品だと思わず衝動買いして買ってしまいましたが、結局1回も使えませんでした。無駄な買い物をしてしまったと反省しながら手放します。続いてはプロテインについていた計量スプーンです。プロテインをよそうときは料理にも使う大さじのスプーンを使って測っています。プロテイン専用のスプーンは必要ありませんでした。続いて隣の棚です。米びつや布巾、お弁当用の巾着なんかを入れています。布巾を入れているところには友人のおばあちゃんが作ってくれた編み物が入っています。実は10個ぐらいもらっていたんですが、半分はもう手放してしまい、好きな色の緑と青だけ残しています。緑は普段から使っているのですが、青色はただただしまい込んでいるだけでした。手作りで思いが詰まったもの、そう簡単には捨てられず、新居では次こそ飾り付けで使おうと思います。続いて隣の調味料や食器を入れているスペースです。こちらの果物ナイフを手放します。もしかしたらこれ見覚えがある方いらっしゃるかもしれませんが、実はこれ以前動画で手放すと言って紹介したナイフなんです。動画で紹介した後、やっぱいるような気がして戻ってきてしまいました。けれどあれから約1年全く使うことがなかったので、今度こそ手放します。こちらすごくお気に入りのウッドプレートなのですが、全く使えていません。これからはお気に入りだからこそ積極的に使っていきたいと思います。続いてライスペーパーです。だいぶ昔に買ったんですが、このように封をしっかりしないまま保管していました。ダニが侵入する危険がありましたし、すぐ食べなかったのはとっても反省です。体のことを考え、これは手放します。これにてキッチンは終了です。これだけのものを処分することができました。
続いては洗面台下の収納です。不要品は徹底的に捨てていきます。1群だけのコスメケースはこのままにしておきます。細々としたアイテムを収納しているケースを見ていきます。なんだかごちゃごちゃしてそうです。まずはヘアクリップ2つ。ヘアカットに使おうと買ったものの全く使っていないので手放します。続いてはリップです。これは何年も前に買ったものですが、お気に入りのリップ1本と出会ってから使わずずっと保管していました。リップは直接口に当てるものなので雑菌が繁殖しやすく、開封後半年から1年以内に使い切ることが勧められています。古くなったリップは手放すことにします。他にも開封後ずっと使っていないリップとリップティントがあったのでこちらも手放します。次はラメアイシャドウです。買ったもののちょっと派手すぎるラメにもやもやして一群落ちしてしまったアイシャドウでした。今は大好きなラメシャドウがあるのでこちらはもういりません。試供品の洗顔が出てきました。試供品は使わずに溜め込みがちなのでなるべく持たないようにしています。見えるとこに置いてすぐ消費したいと思います。収納ケースにゆとりができたので詰めて入れてみることにします。そうすると今まで適当に置いていたポーチを収納ケースの中に入れることができました。右側の収納ケースのチェックを置いて、続いては左側の収納ケースをチェックしていきます。旅行用にと思っていた洗顔フォームです。普段使わないので買ってから何年経つ今も全く減りません。このようなチューブに入った化粧品も空気に触れ酸化してしまうので、開封後はだいたい半年から1年以内に使い切るのがいいと言われています。肌のことを考え手放すことにします。続いてはヘアオイルです。かさばるので普段小さなボトルに詰め替えて使っています。大きなボトルは残り少しなので全部詰め替えてしまおうと思います。空のボトルは処分します。続いてはトリートメント。4個で買えばお得だからと大量買いしてしまったアイテムです。友達に配ったりしましたが結局1本丸々使わずに余ってしまいました。韓国メーカーの製品は使用期限が書いてあることが多いです。こちらの使用期限は2023年10月でもう切れていました。こちらは安全を考えて処分したいと思います。韓国コスメは使用期限を記載することが法律で定められています。一方日本では製造より3年を超えて品質が安定なものに関しては製造日や使用期限を記載する義務がないとされています。つまり明確な使用期限の記載がなければ、未開封の化粧品の使用期限は製造から約3年です。それなのに製造日がわからないのって正直とっても不便ですよね。購入してから何年か経つアイテムは未開封でも処分した方が良さそうです。続いてはアホ毛を抑えるスティックタイプのワックスです。最近は全く使っておらず開封後1年以上は経つと思うので処分します。続いては薬や救急用品、歯磨きセットなどを入れているボックスをチェックしていきます。救急用品やお薬はもしもの時のためのものではありますが、必要最低限の量にして持っています。何年も前に買ったかゆみ止めが出てきました。こちらまだ使用期限内ですが開封してしまっています。製品の公式ホームページには開封後は早めに使い切るよう書かれていました。開封後2年以上は経過していると思うのでこちらは処分します。ちなみに無比のホームページでは開封後6ヶ月以内を目安に使い切るよう記載されていました。これにて洗面所の見直しは終了です。これだけのアイテムを処分することができました。続いてはリビングです。まずは収納棚を見直していきます。まずはハンドクリームです。友人からもらってから2年以上経っているアイテムです。衛生的なことを考え手放すことにします。最近また友人からハンドクリームを一つもらったのでこちらを今後は使っていきたいと思います。上の段は一つ一つ見てみましたが全て必要なものでした。続いて下の段を見ていきます。古いスマートフォンのケースが出てきました。ちょっと黄ばんでしまい気に入らなくなったもの、使わないのになぜか取っておいてしまっていました。使っていないものなので手放します。ちなみにこちらは超コンパクトな私の裁縫セットです。これだけあれば十分です。こちらはペン立てに使っているケースの蓋です。ペンを入れると蓋が閉まらないのでただの置物になっていました。おしゃれだからもったいなくて残してしまっていましたが使っていないので手放すことにします。続いては色画用紙です。まだ画用紙が残っているからと取っておいていましたが全く使っていないので手放します。簿記の本です。勉強しなきゃとずっと取っておいていましたが結局何年も勉強していません。やらなきゃと義務感で物を残していました。自分がやりたいことをやる時間の方が大切と考え気の進まない教材は手放すことにします。借り物の本です。
早く返せよという感じですが、まだ全く読んでいないので、読んでから返そうと思ったら日が経ってしまいました。ボランティア仲間から役に立つからぜひ読んでと急に渡されたものでしたが、私自身の気が進んでいなかったのが原因だなと思います。次会った時ありがとうと伝えて返そうと思います。ファイルに入れている書類の見直しをしていきます。車の見積書が出てきました。中古車なのに新車のような値段で買ってしまった思い出の見積書です。でもこれがきっかけで節約生活を始めることができました。といってもただの紙切れ、必要なものではないので今回手放します。最近買ったロボット掃除機の取扱説明書です。調べたら取扱説明書はネットにも載っていたので紙の説明書は処分します。自転車のメンテナンスマニュアルが出てきました。正直一回も読んだことがありません。手放します。他にもいろんな家電や機械のマニュアルが出てきましたので全部処分します。だいたいこういうものネットに説明書が載っているので、もしも必要になった時も安心です。これだけ不要なマニュアルがありました。期限内の保証書だけは取っておいてます。2年前にもらった年賀状を手放します。今はもらった人に返すだけで年賀状は書かなくなりました。棚の整理が終わりました。物が少ないと思っていた収納棚もこれだけの不要なものが見つかりました。続いてはクローゼットです。たくさんの英字新聞のバックナンバーが出てきました。毎週発行されるのですが、読む時間を避けずどんどん溜まっていきました。でも読まないものを取っておいてもしょうがないですよね。最新号1巻だけを残し、あとは手放します。これからはしっかり毎日のルーティンに新聞を読むを入れたいと思います。続いては言語学習の本たちです。正直一切読んでないんですよね。でも自分のやりたいことの勉強道具って今使ってなくても手放せないですよね。今回もやっぱり手放せなかったのですが、この箱に入るだけと量を限定しておくことでたくさん持ちすぎずに済んでいます。クローゼット上の収納です。マイクロファイバーのシーツと布団カバーを入れています。寒い時用にだったり、またはお客さんが来た時用に持っているものなのですが、なんだかんだ冬は使わなくても乗り切れちゃったし、お客さんは来ないし、使わないアイテムです。でもまだ捨てる決心がつかないので、今回はひとまず取っておくことにします。普段あまり使うことのないアイテムを収納している箱をチェックしていきます。まずはオタクグッズです。こちらはコンサートで降ってくる銀亭です。コンサート行った時に友達がたくさんキャッチしたので、そのうちの一つを私にくれるって言ってくれたんですよね。でも推しグッズを手放す苦しみをもう知ってしまった私はコレクションしたくないので断ったんですけれども、遠慮しないでと言われてしまって、推しのグッズを全力で断るのもなんだか失礼な気がして、結局もらって帰ることにしました。けれどやっぱり押し入れにしまいっぱなし、いらないアイテムでした。ファンの皆様、そして推しには申し訳ないですが、今回手放すことにします。続いてはハリガリというカードゲームです。小さい子から遊べてとっても面白いゲームなんですが、このチーンとなるベルが本当にうるさくて騒がしくしていい場所じゃないと遊べないんですよね。結局全く使う機会がありませんでした。小学校の先生をやっている友人が欲しいと言ってくれたので、こちらは譲ろうと思います。続いて iPad の空箱です。もし手放す時にメルカリで少しでも高く売るためにと取っておいてましたが、たかが数百円のためにわざわざかさばる箱を残しておく必要はない気がしてきました。こちらは処分しようと思います。おまけでついてきた防水のスマホケースを手放します。防水のケースは無料じゃなくてもうちょっといいものを1個持っているので、こちらの無料のものは手放します。しれっとストラップだけ取っておいてます。なんか防虫剤が出てきました。これも捨てます。意味もなく和紙を下に敷いていたので、こちらも手放します。YouTube 撮影で使っているカメラやマイクの空き箱なのですが、こちらも手放すことにします。カメラなどをもしも処分するときにメルカリなので高く売れるかもと思って箱を取っておいていましたが、スペースを取る置物になってしまっているだけでした。数百円メルカリで高く稼ぐよりもすっきりとした今の暮らしを優先させたいと思い、空き箱は処分することにしました。いらないアクセサリーや説明書も処分します。このマイク用のモフモフは取っておきます。残るアクセサリーや延長コードなどを一つの箱の中にしまえばとってもすっきりです。ごちゃごちゃとカオスだった箱の中身がこんなにすっきりしました。続いてはクローゼットのメインの収納を見ていきますが、今回お洋服は見直しの対象外です。しっかり悩んで手放すかを決めたいので、引っ越し前のお洋服の捨て活はまた別の動画でご紹介したいと思います。捨て活に戻ります。
続いてはスーツケースです。スーツケースは出張や海外旅行の時に使うかもしれないと、もしものためにずっと取っておいていたものでした。ですがコロナの規制が緩和され、去年ようやく海外に旅行に行くことができたのですが、スーツケースではなくこちらのトートバッグで旅行に行けちゃったんですよね。スーツケース正直なくても大丈夫そうでした。いっぺんに手放すのは怖いので、まずは一つ大きい方のスーツケースを手放そうと思います。今まで大きいスーツケースはクローゼットの中でコートやスカートの裾に当たってしまっていたのですが、小さいサイズのスーツケースはスカートの裾に当たることがなく、お洋服の取り出しにくさが改善されました。機内持ち込みができるサイズっていうのもいいですよね。これからは旅行は基本的にトートバッグで出かけるようにしたいですが、それでも入らない時はこちらの小さなスーツケースを持っていこうと思います。クローゼットの中はこれにて完了です。ベッド横の見直しをしていきます。ベッドサイドに実は収納を置いていたんです。ここにはメガネをしまっていましたが、テレビがなくなった今、家でメガネをかけることがなくなったので、このベッド横の収納はいらなくなりました。以上でリビングの捨て活は完了です。リビングからはこれだけのものが手放すことができました。引っ越しを楽にするため、もしものアイテムは持たない、使っていないものは全て捨てると気合を入れて臨んだ捨て活。結局もしものものはたくさん残してしまいましたが、今回これだけのアイテムを手放すことができました。とはいえまだまだ引っ越しに向けてはちょっと捨て足りないかなという気がしたので、引っ越し前にあと1回は大きな捨て活をしたいと思っています。それではご視聴ありがとうございました。先日実家で捨て活のお手伝いをしてきました。母が電気圧力鍋を買いたいらしく、その置く場所を作るために食器減らしたいと言っていたので、じゃあ今すぐやろうよということで、早速食器の捨て活をしました。こちらが捨て活途中の食器棚です。本当はこれともう一つ食器棚があるので、本当に大量にうちには食器があります。普段全く使っていない食器だったり、割れて数が減ってしまった食器、洗いにくい四角い食器、幼い頃私が手作りした食器などなど、合計48個の食器と箸置きを11個処分しました。一緒にやると手放すか迷った時でも使っていないならいらないよねと確認しながら決められたので、とってもスムーズに捨て活ができました。食器が減り、食器棚にゆとりができたことで、今まで重なっていて取りづらかったお皿も重ねずに置けたり、奥に隠れていたお皿も取り出しやすくなり、とっても便利になったので、母も本当に大喜びでした。使いやすいと思います。使いやすい。ああ、いいですね。ありがとうです。面倒な捨て活も一緒なら頑張れるということで、また帰ったら母と捨て活をしたいなと思っています。キッチンちょっと見た感じ、20年前が賞味期限の缶詰とかあったので、かなりやりがいがありそうです。実家の捨て活をまた報告します。それでは。